もし拒否するなら、明日の朝、あなたの会社の全員に送ります。その一文を読んだ瞬間、彼の手は震えが止まらなかった。画面には、自分自身の映像が添付されていた。消えることのない、取り返しのつかない映像が、2025年11月、ソウルのある IT 企業に勤める30代の課長、キム・ジュノ氏は、毎月平均280万ウォンを見知らぬ口座へ送金し続けていた。4ヶ月間、合計1000万ウォンを超える金額が、静かに、しかし確実に消えていった。彼が受け取った脅迫メッセージは、330通に及んだ。朝に届く、深夜に届く、休日にも届く。止まることは、一度もなかった。口座からお金が出ていくのを止めたければ、映像をもっと撮れ。犯人はそう要求した。逃げ道を塞ぎ、さらなる弱みを握ろうとした。これが、彼らの手口だった。耐えきれなくなったキム氏は、ついに警察に届け出た。捜査が始まり、犯罪集団の輪郭が少しずつ浮かび上がった。しかしそこで明らかになった現実は、想像をはるかに超えるものだった。犯人が検挙された場合でも、被害金の回収率はわずか 0.3%、ほぼゼロ、と言っていい数字だ。さらに捜査を進めると、同一の犯罪集団による被害者が50人以上存在することも判明した。そして犯人たちが使用した口座はいずれも追跡不可能な海外の口座だった。法律も捜査も簡単には届かない場所に彼らはいた。では、キム氏はどのようにしてこの悪夢の入り口に立ってしまったのか。ごく普通の何でもない日常の中にその罠は仕掛けられていた。2025年11月、ソウル市内にあるとある中堅 IT 企業、キム・ジョンヒョン氏、34歳、チームをまとめる課長職として毎朝誰よりも早く出社する男だった。その日も朝7時前には席に着いていた。デスクには3台のモニター、開きっぱなしのコードエディター、冷めかけたコーヒー、それが彼のいつもの朝だった。仕事は順調だった。チームの信頼も厚く、上司からの評価も高かった。残業は多かったが、それが苦になるほどではなかった。毎月の給与は、きちんと口座に振り込まれていた。休日は、一人で映画を見たり、友人と食事をしたりして過ごした。特別派手な生活ではない。しかし、静かで、満ち足りた日々だった。誰もが持っているような、ごく普通の暮らし。それが彼の日常だった。しかし、その、普通の中に、すでに罠は仕掛けられていた。スマートフォンの画面を何気なくスクロールしていた深夜、見知らぬアカウントからメッセージが届いた。文面は短く、ごく自然な言葉で書かれていた。警戒心を抱かせないような、丁寧な口調だった。それが始まりだった。何の変哲もない夜に、何の予兆もなく、彼の生活は、その瞬間から静かに、しかし確実に、狂い始めていた。翌朝もキム氏はいつも通りオフィスへ向かった。コーヒーを買い、パソコンを立ち上げ、業務メールを開いた。何も変わらない朝のように見えた。だが、その日の夜、彼のスマートフォンには、もう一度メッセージが届いた。その夜のメッセージは、ごく普通の文面だった。お疲れ様です。先日お話しした件ですが、少しだけお時間をいただけますか。丁寧な言葉遣い、不自然な点は、どこにもなかった。キム氏は深く考えることなく、返信した。それが、全ての始まりだった。相手は徐々に距離を縮めてきた。毎日のように連絡が来た。仕事の話、趣味の話、他愛ない雑談。次第にキム氏は、相手に対して警戒心を解いていった。ある夜、相手はビデオ通話を求めてきた。顔を見て話したい。という、ごく自然な流れだった。キム氏は応じた。画面の向こうには、若い女性が映っていた。微笑んでいた。穏やかな空気が流れていた。しかしその数分後、流れは一転した。通話が終わるや否や、見知らぬ番号からメッセージが届いた。あなたの映像を持っています。連絡先のすべての人に送信します。止めたければ、今すぐ指定の口座に振り込んでください。キム氏は、画面を見つめたまま動けなかった。手が震えた。頭の中が真っ白になった。最初の要求額は5万円相当だった。払えば終わる。そう思った。そう信じたかった。しかし翌朝、また連絡が来た。金額は増えていた。一回払ったら終わりだと思っていた。でも、終わらなかった。払うたびに、
次の要求が来た後にキム氏が語った言葉だ。こうして彼の苦しみは始まった。2025年11月、東京でもなく、遠い異国でもなく、ソウルのとある職場に通う。ごく普通の会社員の話だ。毎月平均28万ウォン相当が、彼の口座から消えていった。一度ではなく、何度も、何ヶ月にもわたって、やがてキム氏は、ある決断を下す。警察への通報だ。だが、そこで待ち受けていた現実は、彼が想像していたものとは、全く異なるものだった。捜査が始まって初めて、事件の本当の深さが、姿を現し始めたのだ。警察署の窓口に立った時、キム氏の手は震えていた。4ヶ月間、一人で抱え込んできた秘密を、初めて他人に打ち明ける瞬間だった。担当刑事は、話を聞きながら静かにメモを取り続けた。そして一言、こう言った。同じような案件が、今月だけで10件以上来ています。と、その言葉が、キム氏の胸に重く刺さった。自分だけではなかった。しかし、それは全く救いにならなかった。捜査が正式に開始されたのは、2025年11月の末のことだ。担当部署はサイバー犯罪捜査隊。キム氏が持ち込んだのは、スマートフォンに保存された脅迫メッセージ、330件分だった。刑事たちはその記録を一件一件、丁寧に精査していった。送信元のアカウント、文体のパターン、送金先として指定された口座番号、それらを突き合わせることで、少しずつ、犯罪集団の輪郭が浮かび上がってきた。口座の追跡を進めると、資金はすぐに海外へ転送されていた。複数の国を経由し、仮想通貨に変えられ、最終的には完全に追跡不可能な状態になっていた。そして捜査の中で、さらに衝撃的な事実が判明した。同一と思われる犯罪集団による被害者が、キム氏以外にも50名以上いることが確認されたのだ。しかも、そのほとんどが沈黙を選び、表に出てきていなかった。被害の総額は、積み上げれば膨大なものになる。それでも、犯人が検挙されたとしても、実際に被害金が戻ってきた割合は、わずか 0.3%。これが、現実の数字だ。捜査が進む中で、ついに最初の容疑者の影が、画面の向こうに浮かび上がり始めた。だが、その人物には、崩しようのない、アリバイ、があった。アリバイ。それは、捜査における最も重要な壁だ。捜査員たちが最初の容疑者に目をつけたのは、被害者が受け取った330件の脅迫メッセージを詳細に分析した結果だった。送信された時間帯、使われた言葉の癖、そして、振込先として指定された海外口座の動きを逆算していくと、ある人物の周辺に、細い糸が集まり始めた。だが、その人物は落ち着いていた。取り調べが始まった瞬間から、彼は一切動じなかった。その日、私はソウルにいませんでした。彼が提示したアリバイは、表面上、完璧だった。2025年11月、被害が最も激化していた時期の複数の日付に、彼には確認できる行動記録があった。交通系カードの履歴、監視カメラの映像、そして、複数の人間による証言。捜査員たちは、それらを一つ一つ確認した。丁寧に、慎重に、時間をかけて、しかし、ここで重要な事実がある。ボディカム、フィッシング詐欺は、一人で完結する犯罪ではない。被害者を誘い込むもの、映像を編集、加工するもの、脅迫メッセージを送り続けるもの、そして、資金を洗浄し、海外口座へと転送するもの、それぞれが、役割を分担した組織犯罪だ。つまり、現場にいなかった、という事実は、無関係の証拠にはならない。アリバイは、崩れなかった。だが、捜査は止まらなかった。なぜなら、被害者が公開した330件のメッセージの中に、ある捜査員の目を引く、小さな矛盾が潜んでいたからだ。それは、ほんの一報だった。しかし、その一報が、やがて組織全体に走る、最初の、となる、330件、その膨大なメッセージの束を、捜査員が何度も読み返した。脅迫の言葉、振込先の指示、そして、意味深な沈黙の感覚、どれも、よく訓練された犯罪者が残したものだった。しかし、172件目のメッセージに差し掛かった時、ある捜査員の手が止まった。それは、ほんの些細な一文だった。今日の件、
上に確認してから折り返す。たった、それだけだ。しかし、この一文には、奇妙な点があった。それまでの171件、脅迫者は一度も、上、という言葉を使っていなかった。指示は常に単独で下された。確認を取る素振りも、ためらいも、なかった。それが突然、上に確認する、と言った。組織の中に、さらに上位の人間がいる。現場で脅迫を担当していた人物は、実は末端に過ぎなかった。捜査チームは、静かにその仮説を共有した。同時に、別の事実も浮上してきた。被害者が送金した口座は、4ヶ月間で合計7回、変更されていた。同一組織なら、なぜ口座をこれほど頻繁に切り替えるのか、一つの可能性が浮かんだ。内部で、役割の交代が行われていたのだ。指示を出す者が変わるたびに、連絡先も、口座も、切り替わる。それは、組織が摘発を恐れていた証拠でもあった。そして、もう一つ、被害者が気づかなかった。ある見落としがあった。172件目のメッセージが送信された時刻、深夜2時17分。しかし、それより3分前、別の番号から被害者の携帯に着信記録が残っていた。繋がらなかった。一本の電話。その番号は、後に50人以上の別の被害者とも、接点があることが判明する。糸が、一本ではなかった。網のように張り巡らされた接触の痕跡。それが示すのは、この組織に、まだ捜査の手が届いていない。もう一人の人間が存在するということだ。アリバイを持ち、表には決して現れない。しかし、確実に、全体を動かしていた人物。次に捜査員たちが向かったのは、その、見えない二人目の影だった。見えない男がいた。捜査員たちはその存在に気づいていた。しかし証拠がなかった。名前がなかった。顔がなかった。分かっていたのはただ一つ。この組織の中に表には決して現れないもう一人の人間がいるということだ。被害者の男性が受け取った今日挟むメッセージは330件に及んだ。その文面を一件ずつ精査していく中で捜査員たちはある異変に気づいた。文体が途中で変わっていた。序盤のメッセージと中盤以降のメッセージ。同じ要求を伝えているにもかかわらず、言葉の選び方が微妙に、しかし確実に異なっていた。まるで送り主が入れ替わったかのように。最初の人物は感情的だった。脅しの言葉に荒々しさがあった。しかし中盤以降のメッセージにはそれがなかった。冷静で計算されていて、まるで台本を読んでいるかのような文章だった。これは一人の仕業ではない。捜査員の一人がそう確信した。被害者の男性が送金した口座を再度洗い直した。複数の中継口座を経由して資金は海外へと流出していた。追跡はそこで途切れた。しかし途切れた先にわずかな痕跡があった。ある特定のアクセスパターン。同じ時間帯に同じ経路を使って別の被害者の口座からも送金が行われていた。50人以上、それだけの人間が同じ網にかかっていた。その糸を一本ずつ手繰り寄せた先にアリバイを持ち、名前を持ち、しかし決して表に出てこない男の輪郭がようやく浮かび上がってきた。組織を動かしていたのは現場にいた人間ではなかった。遠くから全体を見ていた人間だった。指示を出し、金を管理し、証拠を消す。その役割を担っていた2人目の存在。捜査員たちはその影を追い続けた。そして追い詰めたと思ったその瞬間に、この事件は誰も予想していなかった方向へと大きく動き出すことになる。捜査員たちはその男の輪郭を追い続けた。名前はあった。しかし顔がなかった。現場には一度も姿を見せず、指示だけを飛ばし、金だけを回収し、証拠だけを消していく。そういう人間だった。組織の中で彼は管理者と呼ばれていた。末端の実行犯たちでさえその男の本名を知らなかった。連絡は全て暗号化されたアプリを経由し、会話の記録は送信から24時間以内に自動で消去された。追いかければ追いかけるほど痕跡が薄くなっていく。まるで最初から存在しなかったかのように。しかし捜査員たちは諦めなかった。被害者が公開した330通の脅迫メッセージ。その中にほんのわずかな手がかりが残されていた。送信時刻のパターン。
使われた語彙の癖、そして、ある特定の時間帯にだけ現れる、接続元のわずかなブレ、それは、完璧に見えた隠蔽工作の唯一のほころびだった。捜査チームは、そのブレを起点として、海外の複数のサーバーを逆方向にたどり始めた。フィリピン、カンボジア、そして東南アジアの国境付近に点在する名もなきデータ拠点、それらを一本の線でつなぐと、最終的に一つの場所へと収束した。追い詰めた、と思った。その日の深夜、現地の協力機関と連携した合同捜査班が、対象のアジトに踏み込んだ。しかし、そこにあったのは、電源の切れた端末と、床に散らばった書類の残骸だけだった。男は、またしても消えていた。それだけではなかった。押収した機器の解析を進める中で、捜査員たちはある事実に気づいた。この組織の被害者リストに、すでに50名を超える名前が記録されていたのだ。そのほとんどが、まだ被害を届け出ていなかった。恥ずかしさ、恐怖、そして、警察に話しても何も変わらないという諦め。検挙後の被害回収率は、わずか 0.3%。その数字が、すでに答えを物語っていた。30代の会社員の毎月28万ウォン以上を送り続けた4ヶ月間。その重さを、数字は何も伝えてくれない。そして捜査が、次の局面へと動き出したその瞬間、この事件は誰も予想していなかった方向へと、静かに、しかし確実に、転がり始めることになる。捜査は、静かに、しかし確実に終結へと向かっていた。2025年11月、ソウル市内の IT 企業に勤める30代の課長が、4ヶ月にわたって支払い続けた金額は、合計で1100万ウォンを超えていた。毎月平均280万ウォン。それは彼の月給の、ほぼ半分に相当する額だった。警察への届け出から3ヶ月後、捜査当局は複数の容疑者を特定した。しかしその多くは、すでに国外に逃亡していた。口座は追跡不能な海外の金融機関を経由しており、資金の流れは途中で完全に途絶えていた。被害者が提出した330件の脅迫メッセージ、その全てが証拠として記録された。しかし証拠があっても、金は戻らない。検挙後の被害回収率は、わずか 0.3%。この数字が、全てを物語っていた。さらに捜査の過程で明らかになったのは、同一の犯罪集団による被害者が、少なくとも50名以上存在するという事実だった。彼らの多くは、今も沈黙を守っている。恥ずかしさ、恐怖、そして、社会的な評判を失うことへの恐れ。それが、被害者たちの口を閉ざし続けている。この事件が公式に、捜査終結、となったのは、2026年1月のことだった。しかし被害者にとって、それは終わりを意味しなかった。映像は今もどこかに存在し、いつ拡散されるかという恐怖は、消えることなく彼の日常に影を落とし続けている。ある夜、被害者はこう語った。終わったと言われても、何も終わっていない。ただ、追いかけるのをやめただけだと思っています。と、法律は犯罪を裁く。しかし、傷ついた人間の日常を取り戻すことは、法律にはできない。その現実が、この事件の最も深い傷として、静かに残り続けている。そして今この瞬間を、同じ手口の犯罪が、誰かの画面の向こうで、静かに始まろうとしているかもしれない。この物語には、まだ語られていない真実がある。次のエピローグで、この事件が社会に投げかけた、本当の問いと向き合っていく。その後、彼の人生はどうなったのか、捜査は続いた。しかし、犯罪集団の主要メンバーは今も海外に潜伏したままだ。追跡不能な口座は凍結されたが、送金された資金は戻らなかった。被害回収率、わずか 0.3%。その数字が、全てを物語っている。被害者の男性は、2026年現在も、職場への復帰を果たしていない。330通の脅迫メッセージは、証拠として警察に保管されている。しかし彼の心の中にも、同じだけの言葉が、今も刻み込まれたままだといい。50人以上とされる追加の被害者たちは、多くが今も沈黙している。名前を出せない。職を失うかもしれない。家族に知られたくない。その恐怖が、被害者をさらに孤立させ続けている。法律は動いた。しかし、日常は戻らなかった。この犯罪が問いかけているのは、技術の問題でも、法律の問題でもない。
孤独の中で声を上げられなかった人間を、社会がどう支えるか、という問いだ。画面の向こうで、今夜も誰かが、最初のメッセージを受け取っているかもしれない。その人が一人でないように、この物語が、その一助となることを、静かに願っている。